皆さんこんにちは。指揮者の木村光太郎です。さて2020年はベートーベン生誕250周年の記念の年となりますが、今日はそのルードヴィヒ版ベートーベンの物語をベートーベンの曲を交えながらご紹介していきたいと思います。皆さんもよくご存知の大作曲家ベートーベンは今から250年前の1770年の12月16日にドイツの西部に位置する町ボンで生まれました。宮廷のテノール歌手だった父ヨハンと宮廷料理人の娘マリアの長男として生まれました。父ヨハンはすでに大作曲家だったモーツァルト親子に憧れ、ベートーベンが3歳の頃からピアノのレッスンを始め、徹底した英才教育をしていきました。その甲斐あって7歳の時に演奏会デビューをして、11歳で自身初となる作品を公開しました。その時の作品はケルン選定校マクシミリアン・フリードリヒに検定された曲で、選定校ソナタと呼ばれています。ではその曲を演奏してみましょう。それではベートーベン作曲の選定校ソナタをお届けしていきたいんですけれども、ここからはですねバイオリンとチェロで演奏していきたいなと思っております。木村カンタービレ初登場のチェリストの桑畑豊さんです。よろしくお願いします。見てください、ベートーベン生誕250周年ということで、私たちの衣装ベートーベンで揃えました。それではお聴きください。幼少から類いまれなる才能を発揮したベートーベンですが、その一方で無類の酒好きだった父ヨハンから虐待ともいえるスパルタ教育を受け、その後の人格形成に大きな影を落とすことになります。一曲を弾き通せるまで部屋に閉じ込め、食事も与えなかったりしたり、アルコール依存症になった父ヨハンから夜中に叩き起こされ、ピアノの練習を強要されたりしていたと言われます。そして1782年11歳になったベートーベンは作曲とピアノをクリスティアン・ゴットロープ・ネーフェに学び始め、1787年16歳のベートーベンはウィーンに行った際に、かねてから憧れを抱いていたモーツァルトの前でピアノの演奏をすることができました。そして20代に入ったベートーベンは卓越したピアノのビルトゥオーゾとして活躍する一方で、ビルトゥオーゾというのはイタリア語で音楽の名手という意味なんですけど、本格的に音楽理論なども学びながら精力的に創作活動にも取り組み、1795年には最初のピアノ協奏曲を完成。そして1800年には交響曲第1番を完成させ初演させています。ピアノソナタ第8番、悲愴や七重奏曲、6つの弦楽四重奏曲などとともにベートーベンの初期の代表作として知られています。では交響曲第1番よりですね、有名なところをお届けいたします。ベートーベンの交響曲第1番より1楽章をお届けします。続いてもベートーベン交響曲第1番より第2楽章をお届けします。この第2楽章は少し有名な曲です。
1801年から本格的な作曲を開始したベートーベンですが、交響曲第2番はその2年後、1802年3月には完成されたと考えられています。そして1803年の4月5日、ウィーン近郊アンデア・ウィーン劇場にてピアノ協奏曲第3番オラトリオオリーブ三条のキリストとともに初演をされました。しかし20代後半からベートーベンの耳は不調に襲われます。音楽家としては致命的ともいえるこの耳の障害はどんどんひどくなり、30代には生活に支障をきたすほどになったと言われます。絶望的な状況に一時は命を絶つことすら考えたベートーベンですが、演奏家としての音楽活動を諦め、作曲家として創作に専念することで再び音楽の道を貫こうという決意ができたようです。その決意後は精力的に楽曲を量産していき、1804年からの10年間は傑作の森と言われ、ベートーベンの黄金期と言われています。1804年にナポレオンの偉業をきっかけとした交響曲第3番英雄トロリロロロリロロロトトト、1806年には交響曲第4番変路情緒パララン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 パララッパ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 、それから1808年に皆さんよくご存知のパパパパーパパパパー交響曲第5番破綻調、俗に言う運命と言われますけれども、この運命という言葉はですね、ベートーベンが付けた名前ではなく後に付けられた名前としてですね有名なんですけれども、そして第6番田園パッ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 パラララパッパッパッパラララ、1809年にはテレーゼ格好、1810年にはよく皆さんのご存知のエリーゼのためにティロリロリロロロロ告別などのピアノソナタを作曲いたしました。こうして聞くと皆さんもね、一度は聞いたことある題名が並んでいるのではないでしょうか。すごいですよね。次はこの中からですね、何曲か演奏してみたいなと思いますので、どうぞお聴きください。ベートーベン交響曲第5番運命をお届けするんですけれども、運命の運命っていうのはですね、日本人が勝手につけたタイトルで、ベートーベンはですね、運命というタイトルはつけておりません。その後耳の障害はさらに悪化し、40代半ばにはほぼ何も聞こえない状態になりましたが、1812年には交響曲第7番が発表されましたが、この曲はテレビドラマの「のだめカンタービレ」のオープニングで第1楽章第1主題が使用されていたり、映画「英国王のスピーチ」では第2楽章の遅いバージョンが用いられたりと、映画ドラマ CM などさまざまなシーンで使われる名曲となっています。それでは今回はこの中から私のチャンネル「木村カンタービレ」のヒントになった「のだめカンタービレ」のオープニングバージョンを演奏してみましょう。どうぞ。ベートーベン交響曲第7番第1楽章「のだめカンタービレ」でとても有名になりましたこの木村カンタービレのヒントにもなっております。
同じく1812年に交響曲第8番を発表しましたが、聴衆にはですね第7番の方が人気があったようです。交響曲第8番はベートーベンが一番好きな交響曲だったようです。そして1824年、独唱と合唱を伴う交響曲第9番、ベートーベンの9番目にして最後の交響曲が生まれました。毎年年末には必ずと言っていいほど話題になるあの第九ですね。第4楽章は独唱および合唱を伴って演奏されて、主題は歓喜の歌としても親しまれています。それでは演奏を聴いてみましょう。Regnet het alle mensen, dem Brüder, wo dein sanften Hügel ward. Deine Zauber binden wieder, was die Mode regnet het alle Menschen, dem Brüder, wo dein sanften Hügel ward.その後、弟との対立や甥のカールとの圧力などでベートーベンは数年間作曲活動を停滞させていましたが、1827年3月26日、ベートーベンは患っていた病で56年の生涯に幕を下ろします。その最後は見えない相手を睨めつけるように右手を上げ、諸君喝采よ、喜劇の終わりだとつぶやいたと伝えられています。いかがでしたか？壮絶な人生と不朽の名曲を世に送り出した大作曲家ベートーベン。それまでクラシック音楽は貴族だけのものでしたが、市民層もターゲットにした彼はプロの音楽家として生計を立てた最初の作曲家と言えるのではないでしょうか。ベートーベン生誕250周年の今年、2020年もあとわずかですが、今後このような大作曲家は出てくるのでしょうか。いや、きっと出てくると信じたいですね。本日は最後までご視聴いただきありがとうございました。さようなら。フロイデ